Everyone, I am very impatient for this episode, so I'm going to start immediately. いいな、その服似合ってるよ。みんなも見たら驚くだろうな。影山くんのおしゃれさに。兄さん、その服で出かけるの？今度貸してくれるの？いや、僕は大丈夫だよ。なんだそのシャツ、なんで脱いだ？着とけよ、学ランは防御力高いし。モテキ来たかも。兄さんに Butt shit from first person. それは勘違い。なんか悩み事でもあんのか？何も考えてねえのか？もしかしてバーゲンセールで激安になってたのか？センス最低。エネルギーが膨れ上がって攻撃される。I'm not fucking ready for this at all. あの光はサイコヘルメット様のお The 力か？ paths. 真珠の中でこっちは神役簿にまで変身したっつのに。おいおい、寝てんのか茂雄。何のつもりだ？俺様を認めないんじゃなかったのか？神の力を持った俺様を相手に超能力なしにどう対抗する気だ？それじゃ指でちょいとついただけで終わっちまうぞ。おう。そうだね。でもそんなことしないだろう。分かったんだ。エクボと話すときに力なんてあっても邪魔なだけだ。これでやっと話ができる。ほら、やっぱりエクボは信頼できる。信頼？信頼？なんで？この服の正直な感想を言ってくれたから。エクボはエクボだった。いやいやいや、全然意味わかんねえよ。俺様のやり方が気に食わねえんだろ。このままほっといていいのかよ。危険な悪霊だ。エクボは危険じゃないよ。もう分かってる。は？エクボは調子に乗ってただけなんだ。誰にでもそんな時はあるのかも。Chad mob moment. レーゲン首相も言ってたし。ちげえぞ。きちんと努力に裏打ちされた自信を身につけた俺様と、そこらにいるただの調子こいてるやつを一緒にするんじゃねえ。僕も調子乗ってた。だから分かる。いや、お前は別に普段が控えめすぎるっていうか。いや、随分と調子こいてた。ごめん。何がごめんだよ。適当に説得して懐柔しようってんじゃねえだろうな。あの時調子乗っててエクボの話を聞いてなかった。悪巧みやめたら。あの時にちゃんと話し合えばよかった。自分がモテてるかどうかばっかり気になって、もっと大切なものを見落としちゃってたんだな。ごめんエクボ。ずっとやりたかったこと、求めてやまなかったものをついに手に入れられそうだっていう時にエクボは僕を誘ってくれたんだよね。こうやって一人でも実現できるのにわざわざ僕を誘ってくれたんだ。それこそが一番大事なことだったんだ。悪巧みなんかじゃなくて、やりたかったことをやりたかっただけ。僕と一緒に。僕のことを先に信頼してくれたのはエクボだったんだ。ありがとう。おいおい、やめろよ。勝手に俺様の気持ちを捏造すんじゃねえよ。気味悪くてゾワゾワっと鳥肌が立ったぜ。違和感があった。漠然となんか違うなと思ってたんだ。こんだけ大勢の信者が集まってこれといった天敵もいねえ。自分が中心の世界が手に入る。ほとんど計画通りの神になったようなものなのに、
いまいち面白くねえ。こいつには共感できねえことばかりだった。なんで日常で超能力を使わねえんだとか、俺様のうまい話に耳を貸さねえとことか、逃げ切らねえ感じとか、イライラもしたが、唯一好きな女を振り向かせたいって欲求からは、俺様の中に潜む思いと同じものを感じ取れた。認められたい自分の存在を。かっこ笑いの件の後、I need a second. I was vaguely reminded of this point a couple episodes ago when Dimple and Teru had that confrontation, and Teru asked him, so, what's with that appearance, Dimple? And then Dimple just said that I'm assuming the form of Mob, so everyone will see me. They won't see me as a spirit. They will only see me if I assume this form that resembles Mob. And even back then, I was sort of reminded of the theme of Dimple wanting to be recognized and seen and all of that. There are a lot of lines that hit different when you already know the story. And I think I mentioned this in my reaction to the first episode of this season, but I enjoyed Dimple the most on my rewatch. Even though I wouldn't say he's my favorite character, he was the one I just enjoyed the most as I was rewatching with my friend in preparation for this season. And now I think I'm realizing that might have been because I was anticipating this first part of season 3 being very Dimple focused. So maybe that's why I was paying more attention to him and enjoying him a lot more. Which reminds me of something else I wanted to say a few minutes ago, but Mob actually has trusted Dimple for a while now, at least on certain occasions, especially in season 2. He has shown a lot of trust in Dimple, and Dimple has pulled through to protect his body and such when he could have just possessed him and be done with it. But yeah, whew. I was definitely expecting to shed tears in this season, but more towards the end. Though Dimple is also worthy. 怖がらず煙たがらず、結局こいつは俺様を受け入れた。その時は利用できると思ったが、それとは別に心の中で張り詰めていた何かが緩んでいくのを感じた。欲の少ない茂雄と一緒にいたせいで、俺様まで目的を見失いかけてた。 No, not lose sight of them. やべえじゃんそれ。存在する理由がなくなっちまう。 No, he helped you realize what you まだ really まだ want. これからだ。俺様にはやりたいことがいっぱいある。野望が。ちゃんと聞くよ。エクボのやりたいこと、友達として。やっぱいいわ。神とか信者とか。今まで気づかなかったが、俺様は友達が欲しかったんだ。茂雄、お前はすげえやつだよ。ああ、やめた。市民の精神干渉もやめる。本当にそれでいいの？え？神になるのが夢だったのに。お前が散々なんとなくダメ理論で突っかかってきたからやめるってんだよ。か、そうだった。たく、なんでそんなに容量悪いんだか。しょうがねえな。あれ？ I always liked this track. 茂雄が肉体改造部に入った頃は毎日こんな感じだったよな。エクボっていつまでそのままなの？神の力が自然になくなるまで1週間ぐらいかかるだろうよ。やっぱりエクボがうちに帰るの1週間後にしてくんないかな。念動力で持ち上げて海に落とす。 Reagan's plan. そんなことできるわけがないとも言い切れないのが茂雄の怖いところだったな。こんな立派なブロッコリー、観光スポットにもなれそうだったのに。ちょっとかわいそうだけど。このブロッコリーならみんなの記憶に深く残り続けるだろう。すごく眠くなってきた。家に着いたら起こしてくれる？召使いじゃねえぞこら。俺様を何だと思って。おい。Oh god, oh god, yeah. Yeah. 何？ Oh shit.
サイコヘルメット。He has named sentience. Yeah. Oh my god. The real final boss. Oh my god, let's go. Well, of this arc. The way it moves. Oh my god. Oh Jesus. It's so fucking creepy, oh my god. Real life headcanon that the Divine Tree events have occurred in history before and exist within our collective unconscious as a terrifying archetype, and that is why children hate broccoli. I never hated broccoli. Whoa, the animation. Oh my god, yes.
可愛いもんじゃねえか。こんな強い力を持ってたら調子に乗って当たり前。 Yeah, I was about to say Mobs getting carried away compared to Dimples getting carried away. They weren't exactly the same thing. 力に振り回されて当たり前なんだよ。なのにお前は男だ。ビッグになるぜ。 Oh no, this 今 OST. の What 修 the 行 hell? を俺様の洗脳が通じる。よく聞け。最初で最後の俺様からの命令。まずは起きろ。立て、茂雄。足に力が入らない。腕も動かない。体がガタガタだろうがなんだろうが立て。立てなくても立たなきゃいけねえんだ。そして自分の足で歩くんだ。引け。エクボは？俺様ちょっと寄るところあっから先に行ってろ。うん。元気でな。帰りましょう。皆さん、帰りましょう。目を閉じても浮遊する月失うほどに。兄さん、すごいニュースやってるんだけど、あれ兄さんがやってるんじゃないよね。見てください。これが先ほど撮影された映像です。突如出現した真珠と呼ばれる巨大植物が宙に浮かび上昇していきます。一体何が起きているのでしょうか。誰の仕業かわからないけど、何が目的でこんなこと。不思議だな。あ、不思議といえば僕、夕方ぐらいから記憶が曖昧なんだけど、もしかして兄さんも同じ？僕も思い出せない。どうやって帰ってきたのかも。兄さんももしかすると集団催眠ってやつかもしれない。こういう怪しい話はエクボが詳しそうだよね。今度聞いてみるよ。兄さん大丈夫？うん。でもちょっと横になりたい。思い出せない。思い出せないけど、エクボ、ありがとう。エクボは友達だった。One moment to compose myself. Again, wow.
I was not expecting to shed tears for Dimple. I did feel very sad for Dimple when I read this in the manga, but I did not shed any tears, and here I did. I was expecting it for the end of the season, but not this, so goodness knows what I'm gonna look like at the end of this season. Not only did I not expect to shed tears in this episode, I did not expect to shed tears, speak about it in the middle of the episode, and then cry again at the end. That was a fucking ride. Oh my gosh. The power of anime adaptations, am I right? Bones is doing very well with this. Again, this goes without saying by now, but the animation and the OST really work well together to contribute to this, and I absolutely love how they are bringing the story to life. It is really hitting all the notes it's supposed to, all the notes that I imagined it would and hoped it would as I read the manga a couple years ago, and now I am 100% sure that the last part of this season is something I'm not ready for, but no one is, to be honest. I honestly don't have much else to say at this point. Dimple's a very fun character. Again, not my favorite, but he was very enjoyable on my rewatch. I mean, he was enjoyable the first time too, but I was paying more attention to him, like I said, this time around. And he's definitely up there. He's amusing, and this wrap up to his arc, his like series-long arc, it's very nice to see, and I'm glad with how they executed it. Fellow manga readers, did this live up to your expectations too? And anime onlys, what was your reaction? What are you expecting for the rest of the season? What do you think's gonna happen? Feel free to let me know any of your predictions. In any case, I will save the bulk of my commentary on this series again for the season finale. But yeah, I'm really looking forward to it, and I will see you guys next time.